はい、また宇久市から、えあのいわゆる島唄民謡にはえー村のね、重要な場面場面で三線が登場するわけだけど、その三線を弾く人を直だと言って随分昔は敬われたというか大事にされたわけですよね。ですから酒がまず出される。あんまり飲まさないようにと言いつつやっぱり頑張ってほしいから皆さん酒を振る舞うわけですが、この酒とそれからこのね直にとって必要な塩、これを舐めながら5時間も6時間も直やるわけですから、それは大体ね片足が、必ず、なんていうか最後の方に形がされるので、この形だって村の人がほとんどなんかね踊り切るまでやる場合があるから、そうすると2時間ぐらい弾き続けるっていうか弾きっぱなしのことがあるんですよ。それでも声が出るように、そのためには定期的に塩を舐めながらやるという、風でした。最近はねこの塩はねちょっと体にあんまり多く取ると良くないんだというふうに言われてるわけですけど、で今日はそれで詐欺地樹屋で、これは浦座の歌というと本当に定番なぐらい、特にこの詐欺地樹屋というのはどうも男の人がよく歌ったんじゃないかと思われるんですけど、この歌の内容も今回のこの選んだ詩も、男が歌ってる歌ですけど地樹屋という歌はちょっとね沖縄の島唄の民謡の中でも、名国と同じように随分好まれた歌です。ですから弾く人によって弾き方が違うアレンジがあったり、地域によって独特の歌に変化したというのがあります。だから名国と同じように泣き人名国であるとかムトム名国とか、それからトゥンバル名国とかそういうふうにあって、その中のアレンジでやっちゃうわなんかもそれだし、多いんですよね。でこの地樹屋もね多いんです。でその中たくさんある中でやっぱり浦座にふさわしいということで、ふさわしいと決めるのを僕が勝手に決めてるわけですけど、詐欺地樹屋をやりたいと思います。はい、詐欺地樹屋です。歌さらっと私なりの解釈ですけどやってみます。1番、浅間今かゆて見る自由なりばみぶさうらちらさぬゆりさびが寂しさや体がせるしざまとなるわけですけど、浅間今っていうのは朝も夜も昼も通って会う、見るというのはつまり会うということですね。会う自由があるならば、自由に会えるならば、身ぶさうらちらさ見たい、とっても切に見たいわけだね。心から見たい、会いたいですよ。そういうちらさなんでするでしょうかと。サビが出てるのはこれはね、自分のことをへりくだって、他者に言うときにこれは敬語を使っていますね。これはだから自分のことをこう下にへりくだっているわけです。寂しさや体がせるしざま、寂しい体がせるしざまっていうのは自分だけでやってないわけだよね。これ二人で、つまり共に二人でやった何か、どういうんだろうな、許されないことがあったということですね。しざまというのは、ちょっと自分のやったことが、悪い、この悪びれてる様子と言いましょうか、自分自身を断罪しているニュアンスがあるわけですな。はい、2番、スラトゥブルトゥイヌムヌヤチョンイタレ旅にうるんぞにイエイスシが川手急ヌヤハンアカシカニティと、空飛ぶ鳥がね、ものを言うことができたら、その鳥に
思いを持たせて伝えるのにということですが、旅に運ぞ。旅というと村から村へ移る時も島から島へ移る時も、こう旅という言い方しました。村のことを国と言ったり表現したりするわけですけど、ちょっとその自分のそのいわゆる、集落このコミュニティからちょっと出るとそれを旅というふうに捉え方したんですね。そのぐらいかつては、自分の土地に根ざしていたわけですよね。その旅に売るんぞにイエスが立った。これは結局彼女がんぞっていうのは彼女のことですね。好きな人のことですよ。海んぞというと愛してる人ということになるわけですけど、このんぞが旅に出てるから、つまり遠くにいるということなんです。でその人に自分の気持ちを鳥に持たすけどなということですね。カワティ、いや今日はとっても今日の夜はアカシカニっていうのはアカシもうこう、どういうんだろう、過ごしづらいとっても辛いんだと、夜が深々としんしんとこう静まる中で寂しい思いを深くしているわけですね。はい、3番。前中どやしが意味にうくさりて生自分うじゅでわさたしちょら無情の苦しけや情きねら。真夜中だけど夢に起こされてしまったわけですよね。今自分うじゅで今頃、うじゅで、これは彼女のことを言ってるわけですよね。彼女がわさたかしちょらってこっちにありますから、不意に目覚めてね、自分のことを思っているのではないかと期待があるわけですね。自分が思っているように相手も思っていてほしいと、そういうふうに思うんである。恋は無情の苦しけや情きならん。本当にね、世間は好きなようにね、好きな人となかなか結ばれるということは、かつては少なかった。まあ今だってその苦しみはあるわけで、なかなかね、相思相愛というのはなかなか成立しない。そういう切ない、男の心情といいますか、好きだけにどうしようもない、そのどうしようもない思いを、人の前でやるのはちょっとやっぱりはばかる。それでこっそり裏座でね、せっせと歌う。それがこの節目から漏れ聞こえる。戸を閉めてもこの詐欺地樹屋ですけどね、これはその、友人が亡くなった時とか、それから大切な人、そういう人が亡くなった時に歌詞を変えてね、この詐欺地樹屋の曲に乗せて歌う、その時によく使われる歌でもありました。まあ総称曲というかレクイエムですよね。だから極めてこれはその心の奥底から叫ぶように出てくる歌、そういうふうに理解した方がいいと思います。詐欺地樹屋。はい、じゃあ弾きます。朝まよまかよて
さうらちらさのよのよでさびが寂しさや大河シェロシザマスラトブルトイヌちょんよてれ旅におるぞにそうしがかわてちょやまんかしごりさ真夜中どやしがおくさりてなまじぶおどさたがしちょら無情のこのしけやなさきねら
この歌を歌うとどうも私の首が下がってしまうんだけど、なんかねこの歌の浜地寺って歌はもっとね踊り舞踊で出てくる浜地寺っていうのはとても軽快なんですよ。だけどこんなにこうスローに歌われると、あるいはそのかつてそれを非常に切ない歌として歌ってる幾名かな人の歌いぶりを僕は聞いたせいか、ちょっとやっぱり感をね強くしてしまうと、哀切の思いがちょっとなんかね、うちの歌というのはあんまりなんかね表立って情感を出さないと淡々と歌うのが、流儀なんですけど、ちょっとね歌もまた例によって「夜半明石かねて」というのを明石ぐりさと歌ってしまいました。歌は意味は同じだけどいろんな歌い方をするもんだけど、その時その時の状況に応じてね結構アドリブするから一筋縄でいかないんですね。この目の前に歌詞を置いててもこうなんだから。はい、それで今日の一枚、島の串道、串というのはお城ですよね。集落の後ろは、家でいうと裏座に相当するわけなんですが、ここの辺にね裏座があって、この家のでこの石垣を通してこの裏座から詐欺地屋が漏れてくるってことはめったにないんですけど、愛嬌のある歌三線が流れてきたりするわけですよね。あるいはそこから夜も更けて夜半になると三線を点々しながら何名かの友達とフラフラしながらそこを通っていく。これも愛嬌を帯びて三線の良さをよく聞かせてくれるわけですけど、裏座と引っ掛けて村の裏座ということで今回この絵を選びました。こういうふうにしてなんかね引っ掛けでしかできない、その裏座そのものを絵に描いたというのはなかなかないもんだから、こんなふうな感じになるんですよね。ということで今回はこの辺りでさよなら。さよなら。